Hey guys, it's Marina. How are you doing? 皆様こんにちは、マリーナです。今日は皆様に広島の大人気観光スポット宮島についてご紹介したいと思います。宮島は日本の大人気観光スポットの一つですよね。もう日本人にも人気ですし、あと海外の方たちにもとっても人気でございます。宮島もうとっても小さい島です。2017年には過去最高の約456万人の方が宮島を訪れております。1年で456万人ですよ。イエーイ、やばいね。2021年はコロナの影響で約190万人でした。でも190万人でも結構多いよね。すごいな。今日はその宮島の楽しみ方を7つ皆様にご紹介したいと思います。ではまず1つ目、厳島神社に行くです。厳島神社に行く。もう皆様、宮島は世界遺産の島です。海の上に立つ神社、そして大きな鳥居が厳島神社の魅力です。もう全国的にも海の上にある神社はとっても珍しくて、1996年に世界遺産に登録されております。宮島に行きたいっていう方たちのほとんどの理由が、この世界遺産厳島神社を見たいっていうことが多いと思います。私もその一人でした。もう海の上に立つ大きな鳥居、ものすごく魅力的でした。で、潮が満ちたら海の上にあるように見えて、潮が引いたらその鳥居まで歩いていくことができます。なので宮島の厳島神社に行くときは潮の満ち引きもきちんと調べていった方がいいです。ぜひ両方行ってみてください。厳島神社の入り口にきちんと今日の干潮の時間、今日の満潮の時間って書かれています。宮島に着いたら干潮満潮の表をチェックすることをお勧めいたします。ただ今宮島の厳島神社2019年からリノベーション工事中でございます。で、今2020年でしょ。なので4年目なんですけど、まだいつ終わるかは決定しておりません。私は2021年11月に行ったんですけれども、大きな鳥居は見ることができませんでした。もう足場で隠れてて見ることができませんでした。宮島のホームページがあります。そこを見るとリノベーション工事の状況などが書かれている場所があるので、そこを見て確認してみてください。もう厳島神社はね、絶対広島に行ったら外せない場所なので、ぜひ行ってみてください。私は御朱印を集めているので、厳島神社の御朱印きちんとゲットしてきました。では2つ目、宮島に行ったら鹿とたくさん遊んでください。宮島は鹿の島としても有名です。野生の鹿が約1500匹いると言われております。野生の鹿と人間が共存している島です。なので島を降りてまずびっくりするのが、鹿がそこら辺をたくさん歩いていることです。もうね、初めて宮島にいた時は鹿がいるって知らなくて、もうびっくりしました。もう鹿ちゃんたちとってもフレンドリーです。触っても怒らないですし、写真を撮っても怒りません。でもね、写真を撮るときはフラッシュはダメですよ。フラッシュは気をつけてください。そして注意事項があって、宮島の鹿には餌を与えないでください。あとご飯とか何か持ってると、もう永遠とついてきます。もう何名もね、追いかけられてる方たくさんいました。私も一度追いかけられたことあるんですけど、もう鹿はね、諦めないです。少しでも食べれるものって分かるものはカバンから見えたりしたら、すぐピコンって気づくんですよ。もう鹿って頭がいいんですね。なので皆さん気をつけてください。もうずーっとついてきますよ。どこまでもついてきますからね。そう、私のおすすめの場所が宮島にあるもみじ谷公園です。そこはもう名前の通り紅葉がとっても綺麗で、そして鹿がたくさんいます。紅葉をバックに鹿と一緒に写真を撮るのはとっても思い出に残りますので、ぜひもみじ谷公園で鹿と一緒に写真を撮ってみてください。鹿の島、とてもね、世界的に見ても珍しい島なので、皆様ぜひ宮島に行ったら鹿ちゃんと遊んでみてください。では3つ目、食べ歩きをしてください。宮島は食べ歩きがとっても有名です。食べ歩きって言っても買って食べて歩くじゃないんです。食べ歩きっていうのはその町のいろいろなお店に行って様々なグルメを楽しむことです。歩き食べは絶対しないでください。歩き食べは歩きながら物を食べること。食べ歩きと歩き食べ、全然意味が違いますので、皆さん気をつけてくださいね。宮島行ってびっくりするのが、たくさんお店があります。飲食店がとって
っても多いんですね。あと屋台なども結構出てたりします。もうね、屋台のご飯ものすごく美味しそうだった。あと宮島は有名な商店街がありまして、宮島表参道商店街っていうところがあって、そこでは食べ歩きもすることができますし、宮島ならではの食べ物、スイーツなどもありますし、お土産なども買うこともできます。ぜひ宮島に行ったら宮島表参道商店街に行って食べ歩きしてみてください。私もね、食べ歩きしようと思ったのだけど、もう人が多すぎてめちゃくちゃ並んでたんですよ。なのでね、前回は食べ歩きは断念したので、次は宮島に食べ歩きをしに行くだけの動画を撮りに行きたいなと思っております。前回宮島に行った時の様子はこちらの動画でまとめているので、ぜひこちらの Vlog もチェックしてみてください。では次、4つ目、ミサンに登るです。ミサンに登る、皆様ミサンってわかりますか？宮島にあるお山なんですけど、宮島のミサンはハイキングがもうとっても有名なお山です。宮島行く時って船に乗るでしょ。その時にたくさんハイキングの格好をしている方がいらっしゃいました。私もハイキングするので、いいなって思って、私も今度宮島行く時はハイキングをしたいなと心から思いました。そんな登るのが難しいかって言ったら全然難しくありません。ハイキングをする人たちは多分もう宮島降りて山の頂上までは歩いていくと思うんですけど、普通に観光できてる人たちはロープウェイを使って行くことができます。宮島にはロープウェイがあるんですよ。ロープウェイから見る景色がね、もうとっても綺麗でした。瀬戸内海っていうのかな、宮島の周りにある島を一望できて、もうとっても素敵だったので、ぜひ皆様ロープウェイに乗ってミサンに行って景色眺めてみてください。とても思い出に残ると思います。山頂まで行くのに一番近いロープウェイの駅があるんですけど、そこから約30分くらいだったかな、頂上まで歩くので、歩きやすい靴、スニーカー違うな、やっぱ運動靴で行くのがおすすめです。あと宮島ね、道が整備されてるところもあればコンクリートじゃない場所も結構あったので、宮島に行くときはヒールとかスニーカーではなくて、汚れてもいい動きやすい靴で来てください。じゃあ5つ目、宮島ビールを飲んでください。未成年の方はお酒は飲めないんですけど、私の YouTube は20代から60代までの方、大人の方が見てるのが多いので、宮島ビールぜひ飲んでみてください。宮島に一つだけ宮島ビールを作っている場所があります。そして宮島ビールを飲めるレストランがございます。そこでは宮島のビール、あと広島のビールをテイスティングすることもできたりとか、広島で採れた地元の素材で作った料理なども味わうことができます。宮島ビールのテイスティングをしにブルワリーに行ってもいいですし、もしくはお酒を飲む時間がないっていう方がいらっしゃったら、お土産に数本買ってホテルで飲んでみるのはいかがでしょうか。では6つ目、広島に行ったら旅館に泊まってください。旅館って思った方もいると思うんですけど、宮島は旅館、温泉がとっても有名な島です。休日に贅沢にお泊まりしたいなと思ったら、皆さんは宮島の旅館に泊まるらしいです。私もガイドブックで読んだんですけど、宮島は旅館がとっても有名らしいです。宮島もうたくさん歩きました。そしたらもういろんな場所に旅館がたくさんあって、宮島に一泊するのもいいのかなと思いました。宮島でゆっくり過ごしたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ旅館に泊まって宮島の料理を召し上がって楽しんでみるのもいいんではないかなと思います。宮島の旅館、私も一度泊まってみたいんですよ。次行く時泊まってみようかな。あと旅館がちょっとハードルが高いっていう方がいらっしゃったら、ゲストハウスもありました。結構宮島のモデルプランとしておすすめされているのが日帰りですね。朝行って夜も結構暗くなるまで船が出てるので、1日だけでも探索できるんですけど、宮島でゆっくりしたい、非日常を味わいたいっていうんでしたら、一泊してみるのもいいかもしれません。では7つ目、宮島に行くのは春と秋がとってもおすすめです。春は綺麗な桜を見ることができて、秋は素敵な紅葉を見ることができます。私は秋と夏にしか行ったことがないんですけど、次は春に行ってみたいなと思っております。私花見とっても大好きで、皆さん花見大好きですか？私花見めちゃくちゃ大好きなんですよ。桜見ながら美味しいご飯食べたり、桜見ながら美味しいお酒を飲んだり、とっても大好きで、宮島には約1900本の桜の木があると言われています。
1900本ですよ。すごくないですか？写真撮影スポットや花見スポットなども結構あるみたいなので、ぜひ宮島に行って花見楽しんでみてください。先ほど話したもみじ谷公園、とっても紅葉が綺麗です。もうインスタ映えのお写真もたくさん撮ることができましたそう、鹿ちゃんもたくさんいるので、ぜひ紅葉を見て鹿と戯れながら写真を撮ったり思い出を残してください。宮島はね、広島でとっても有名な紅葉スポットの一つでもあるので、皆様ぜひ宮島に紅葉を見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、以上かな。以上ですね。私7つ言いましたよね今。世界遺産厳島神社を見る、鹿と遊ぶ、食べ歩きをする、2000に登る、宮島ビールを飲む、旅館に泊まってみる、春は桜、秋は紅葉を見る。7つきちんと言いましたね。で、宮島、私が今紹介したことをしたいって言うんでしたら、皆さん絶対動きやすい服装で行ってください。宮島の動画が役に立ったって思いましたら、ぜひいいねお願いします。私 YouTube に大好きな旅行アウトドアのことについて投稿してますので、ぜひチャンネル登録をして一緒に世界中旅しましょう。イエイ。インスタグラムもしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。コメントもちろん全て読んでおりますので、コメントもしてくれたら嬉しいです。 OK guys, thank you so much for watching and I will see you guys again soon. チャオチャー。皆様の宮島の大好きな場所とかおすすめとか何かあったらコメント欄で教えてください。宮島アナゴ飯がとっても有名です。ぜひアナゴ飯召し上がってみてください。宮島のいろんなところにアナゴ飯専門店がございます。それくらいアナゴは宮島で有名なので、皆様宮島のアナゴでぜひ召し上がってみてください。もうとっても美味しかったんですよ。また食べたい。私はうなぎとかアナゴがものすごく大好きなので、はぁ、お腹空いてきたアナゴの話したら